こっから先ね、尾形さんのせいでね、ほんまにね、アホやってことはどんどんバレていくんです。借金返すってどういうことか言うたら、金稼いでくるってことじゃないんですよ。1時間の仕事を30分でやるってことなんです。借金をしました。借金をした結果、後に世界中から奇跡の復興と言われる復興を遂げました。45年分の前借りという形で今県の財政にのしかかってるんです。それは命のためなんちゃうの。500万の兵庫県民のためなんちゃうの。自分の身を守るために公益通報者保護法を破って適法適正適切って言い募ってる斉藤元彦の法律違反とは鼻から性質が違うんじゃ。今日の本題なんですけど、斉藤元彦及び斉藤元彦の支持者がいかに頭悪いかというのは、昨日の千代さんの質問です。昨日の千代さんの質問。千代の質問滑ってる言うてるんですけど、千代さん昨日逆転サヨナラ満塁ホームランを打ってるんです。気づいてへんと思うけど。千代さんは昨日逆転サヨナラ満塁ホームランを打ってんねん。もうね、特大場外ホームランです。昨日の記者会見における千代さんの質問に対する斉藤元彦の回答及び県の職員の回答を僕は批判しません。だから、まず素直に一本聞いてみて。政教庁千代です。よろしくお願いします。大丈夫ですか。過去に用地取得のために発行した地方債490億円のうち338億円について地方財政法違反に抵触する可能性がある処理とをしていた件についてお伺いします。大丈夫ですかね。産経新聞によると、総務省からその違法性の指摘を受けたのは6月の下旬ということですけれども、知事はこの件について7月13日に7月上旬に一連の話を聞いたとツイートしておられます。6月下旬に総務省から違法性を指摘されていたのに、7月上旬に知事が初めて話を聞いて、7月13日になって本日新たな事案が判明しましたと報告しています。兵庫県では総務省からの違法性指摘という極めて重たい情報が知事の耳に達するまでに1週間以上かかる事務の遅さが常態化しているのでしょうか。教えてください。財政課長でございます。事務的なご指摘ですので、財政課長の方から答弁させていただきます。要請された額の借りが取り扱いの指摘の事実関係については、財政課の方で応答しております。本件の事実関係ですが、まず6月下旬に、記者から財政課に対し、今回の要請される借り換えに関する取材がございました。こちら日付は6月23日以降でございます。これを踏まえまして、県としても当該要請される取り扱いについて疑義を認識するに至りました。このため財政課におきまして、これまでの間、関係法令の解釈の再確認、当時の関係者に対する事実確認、また総務省に対する見解の確認を行っておりました。その結果、7月中、具体的には7月6日月曜日までに総務省から財政課に対し、土地売却収入が生じていた、つまり取得した土地が存在しなくなった部分の要請されの借り換えは、地方財政法に抵触する恐れがあるものであり、という見解が、示されました。これらの一連の件につきまして、7月6日月曜日中に財政課から斉藤知事にご報告をしております。以上です。ありがとうございます。このスケジュール感知りたかったんで、すごくいいお話を伺いました。僕はこの回答を批判しません。もう怒らへんからね。先生怒らないから素直に言いなさい。斉藤元彦支持派、井戸が悪いことしたうんぬんかんぬん言うてる人、別に怒らないです。怒らないです。別に怒らないですから言いなさい。で、僕は回答がおかしいとかね、財政官の人が言うてはることが間違ってるとか言うてないですよ。てか、斉藤さんの言うてはることも、財政官の言うてはることも 100% 信じた上で、100% 信じてね、斉藤さんは1ミリも嘘ついてないとして、兵庫県も嘘をついていないとして、さて、さっきの財政官の回答で、財政課から知事に報告が上がったのは、いつ？日付言うてたよね。もっぺん聞いてみる？ 7 月6日って日付言うてたよね。
7月6日に財政課から知事に報告をした。言うてたよね。7月の6日に報告が上がってたんでしょ。で、斉藤さんはこういうことを書いてあるわけです。本日、県の財政運営に関わる新たな事案が判明しましたので、県民の皆様にご報告いたしますって書いてあるんですね。この本日っていうのは7月6日でなかったらあかんはずです。そうでしょ？財政課から知事に報告があったのは7月6日って財政課が言うてるよね。ということは、斉藤さんのここで言う本日っていうのは7月6日でなかったらあかんはずですよね。日付見てみましょう。7月13日なんですよ。財政課は7月6日に知事に報告した言うてるんです。で、報告したこのツイートを斉藤元彦支持者の皆さんは、運を明らかにしてくれた言うてるんです。多分してないと思うね。1週間前の日付のことを本日っていう嘘つきは。なんか本日分かった速報ですみたいなこと言うてるけど、1週間前に分かっとうことを本日って言うとんねん。で、その支持者は、うわ、分かってすぐ教えてくれてすごい言うてんねん。お前らアホやろなあ。お前らアホやろ。ほんでね、このね、1週間の日付の違いというのが、細かいって言うと細かいですよ。でもね、兵庫県の財政の問題で何が重要か言うたら、この時間が一番重要なんです。なんでかわかる？こっから先は、普通のね、公務員さんとか、普通の会社員さんやったらわからん話かもわからんけども、これはそれこそ経営の世界の話だけど、今回の財政再建で、てか、財政再建をせんならんというのって何やねん。尾形さんの質問聞いたらわかります。尾形さんの質問聞いてみましょう。ハーフタイムの尾形です。はい。斉藤知事、いいですか。先ほど来話をしている財政の話ですけれども、先ほど斉藤知事から財政課長でないとわからないことがあるというふうにおっしゃってたので、財政にお詳しい斉藤知事にお聞きします。今日知事はですね、実質交際費比率 25.0 に至る理由について、その例のですね、地方債の借り換え問題、公共用地の取得のですね、地方債でその全額をですね、売却収入があったにもかかわらず借り入れた、これが地方財政法に抵触する恐れがあると、いいですか、知事、いうことを言い、でそれがですね、主要な要因となってと言った後で、一旦言い直して、要因の一つとなってと言いましたが、実質交際費比率が 25% を超えるのは、このこの地方債の話、これが主な要因なんでしょうか。要請債の修正によって 0.8% 実質交際費率が悪化したということになりますので、それが例えば単年度でいうと、案1だと令和11年度、そして案2だと3カ年平均で、R12 年以降ですね、それぞれ 25% とか 25.2% とかになってますから、それによって 25% を超える要因になったというふうには考えています。要請債もというときは他の要因は何でしょうか。要請債もという斉藤元彦を支持できてしまうような頭の悪い近畿三者の皆さんに解説しておくと、資産に占める借金の割合が 25% を超える、4割を超えるから、経営状態やばいですねって言われてるんです。で、今斉藤が大騒ぎしている井戸知事時代の記載の問題、不法な記載の問題っていうのは、その 25% のうちの 0.8% やって話をしてるんです。これ、パーセントで言うたらどういうことかわからんと思うので、こう説明し直します。いろんなことに金使わなあかんねん、金使わなあかんねん言うて、年間1000万消費に回した人がおったとせ。年間1000万。で、さやけど、その1000万の使った贅沢の1000万のうち、借金で250万回しとったっちゅう話ですよ。で、我がの銭は750万しかない。で、250万借金してた。で、今、250万まで借金が膨らんでしまった言うて大騒ぎしてんねん。で、それは井戸さん時代に作った間違えた借金の仕方が原因や言うてんねん。
この250万でうちの家は破綻するかもわからん。で、その250万まで借金が膨らんだのは、江戸時代の土地の借り換えの時に作ったあの借金やって言うてんね。で、その借金なんぼなんて言うたら、8万円ですって。250万のうちの8万の借金なんです。これに大騒ぎしてんね。この8万の借金してきたやつ誰や？で、この8万が250万の借金の主な原因や言うてんね。残りの242万のこと言わんと。242万がどういう構成か言わんと、井戸が作ったこの8万円の借金が250万の借金の主たる要因や言うてんね。で、尾形さんに、それ主たる要因って自分で言うて自分で言い直してるよねって。主たる要因じゃないでしょって言うと尾形さんに詰められてんね。他の要因は何でしょうか。要請債において 0.8% 悪化したということが、まあ大きな要因だというふうには考えていますね。俺ね、これが信じられへんねんて。25% 言うときながら 0.8% 悪化したやつが主な要因ですって言うてんねん。自分で言うてるでしょ、これ。大きな要因が 0.8% やねんて。これ、キャプションで見た異常性がわかるのよ。声聞かんとキャプションで見てみ？ 0.8% 悪化したということが大きな要因にって、なんで？元彦のロジックはこういうこと言うてんねん。今まで借金は242万やったんやと。1000万使った金のうちの借金の比例は、額は242万やったんや。242万やったんやけど、それが250万になったのは最後に分かった8万円の借金やから、この250万円の借金の原因はこの8万円の借金や言うてんねん。そりゃそうやわさ。これまで242万円や思ってた借金が250万円になったんは最後の8万円のせいです。それはね、確かにそうですよ。これまで帳簿では242万の借金や思ってた。それが蓋開けてみたら250万円やったんは最後の8万円の借金が分かったからです。それはその通りです。242足す8は250です。その通り、その8万円の借金が242万を250万円にしてます。そやけどその250万円の借金作ったのはその8万円の借金なんかよ。242万円の時でもうあかんねん。で、ここまで言うて、そんなアホなこと言うはずないやろ、都道府県の知事がと思うと、こっからどんどん、ここまではね、毎日新聞も指摘してるんですけど、こっから先ね、尾形さんのせいでね、ほんまにね、アホやってことはどんどんバレていくんです。ということが、まあ大きな要因だというふうには考えていますね。それ以外にも、今回、検討会において議論しながら、金利スライドの、ケースについては様々なパターンを、検討させていただいているということもですね、あるということです。今初めて少しだけ触れましたけれども、長期金利ですよね。これでは財務知事に伺いますが、この要請債の影響がなくなる平成13年度以降、平成13年度にこの金利が 3% で推移する場合の、実効債比率は 25.0 です。要請債の影響がないのになぜ 25.0 なんでしょうか。そしてその翌年は 25.2、令和14年度、令和13年度と令和14年度です。つまり要請債の影響がなくてもこれだけ高いわけです。このことを説明しますか。実効債比率の算定については3カ年平均がご覧の通り、私は今聞いてるのは3カ年にこれではないですが、続けてください。3カ年平均が実際の 25%、18% の基準設定に関するものですので、私としてはこの3カ年平均の中で 25% を超えるというところをやはり注視していくべきだというふうに考えています。私は今お聞きしたのは令和13年度のみです。令和14年度に含みます。令和13年度、要請債の影響がなくなった時の実質防災比率は令和13年度が 25.0、 そして令和14年度は 25.2。 つまり斉藤知事は先ほど主な要因だと言いましたけれども、実質防災比率がなぜ上がるのかというと、これは長期金利の影響による影響が最も大きいわけです。なぜそれをごまかして
記者がわからないと思って要請債という説明をするんでしょうか。要請債の影響がないこれ3回の話は聞いてません。令和13年度、令和14年度に要請債の影響がなくなったのに、実質公債比率が 25.0%、25.2% になることの自分の責任をお聞かせください。知事としての責任を。ですから先日の検討会でも、この資料をですね、お示ししてご説明させていただいたというところですね。やはり 25% を超えるということは表現としては避けるべきだというふうに思ってますので、早期健全化団体の意向を避けていくという意味で、私としてはこれからですね、実質公債比率の低減に向けて、計画策定、そしてさらには歳入改革をしていくということがですね、私自身の、責務だというふうに考えています。全く答えてませんが、要請債の影響がなくなった令和14年、13年度以降に実質公債比が 25.0 ということは、これは長期金利をですね、3% で置いた時の影響、結局それを元々のフレームが甘かったものを今回直したことが一番大きく効いていて、それを知事は要請債のせいだけにしてわからない記者に対してごまかそうとしてますけれども、それは非常に不況なんじゃないですか。なぜそういう嘘みたいなことばかり言うんでしょうか。検討会の場で、この資料についてしっかり説明させていただいているということ、そして県民の皆さんにお示ししていくということを通じて情報開示は適宜適切にさせていただくと。そして大事なのはやはり今後ですね、25% を超えないように県民の皆様にお理解をいただきながらしっかり計画作り、そして歳入歳出の、プラン作りを改革をしていくということが大事だというふうに思っています。全く答えてませんが、私、斉藤が聞いてるのは、要請債の影響がなくなった令和13年度以降に実質公債比率が 25% を超える理由とですね、知事の責任を聞いてます。これからしっかりやっていく、その検討会で説明をしたとか、そういうことじゃなくて、今まさに透明化、県民の皆さんにお伝えすると言ったわけですから、これは、知事は言わないから言いますけれども、こういうですね、財政状態にしている、知事今5年目、もう6年目になりますよね。その月がここに来ていて、その長期金利のですね、フレームを変えたことによって、2.3% とかそういう低い数字にしてたのを3% に変えただけで、そしてこの 3% という数字も、今や7月の地方債の表面利率10年度、これがもう 3% になってますから、これすら相当甘いわけですよ。その知事としてのですね、要請債に下がらずに自分の責任、そしてそういうですね、人に惑わすような説明をしたことを要請債によって実質公債比率が悪くなったように見せかけたことの、説明をしてください。それをきちんと謝っていただきたいんですけれども、だってここはもう意識朦朧としてるんですけどね、嘘がバレたんで。結局その250万の借金の242万円いうのはどういうことかって言うたら、金利の部分が、これまで金利の計算を 2.5% でやってたわけ。で、2.5% の金利で計算してたから、借金の部分の額がちっちゃかったんやけど、それが金利上がってきたから 3% に見直したら、250万の借金のうちのこれ、傘が増えたわけですよ。で、尾形さんが言うてんのは、どんどん長期金利っていうのは上がってきとんやから。今 3% の計算してるけど、6年後に 3% に到達するやろうという計算で、6年後の250万言うてるけども、その借金の金利が6年後もっと上がってるかもわからへんねんで、と。だから甘いんちゃうのと。あんたその8万って騒いでるけども、あんたの借金の傘を増やしてんのは金利やねんから、金利をもっと厳しく見いひんかってあかんのんちゃうの言うてん。今日、たまたまなんですけど、日経新聞です。斉藤元彦日経新聞読まへんらしいんですけど、日経新聞がね、面白い特集を今日上げてるんですよ。一面なんですが、今日特集記事だったんで、平成16年、2016年に日銀がマイナス金利を導入するんですね。そのマイナス金利を導入した、2016年度の上期の日銀の議事録が出てきたんです。で、黒田総裁時代の2016年のマイナス金利導入の頃の議事録が出てきた言うてるんですね。
で、これめっちゃ面白くて、日経がこれ特集記事を、その議事録がどんな内容やったかっていう、もう朝から大興奮して読んだんやけど、まあ必死の抵抗してるわけですよ。いろんな理事が。そんなマイナス金利なんかやったら、まあ言うたら、まあ経済学の1年生の時に習う流動性の罠にはまってまうっていうことが、まあ基本的な指摘やったんやけど、こんなもうむちゃくちゃやで、制度設計としてむちゃくちゃやみたいなことを言うてるわけですよ。で、この9名の特集記事にね、こんなグラフが載ってます。日銀の歴代の政策金利の決定と長期金利の関係を示したグラフなんです。こっちのカクカクっとしたグラフが日銀の政策金利です。で、これが長期金利なの。で、これで言うとね、元彦の借金返済計画は 2.5% やから、ここは 2% のラインですから、ここで計算しとったの。で、それを今回、この長期金利の上昇局面を見て、ここで計算し直したのよ。ここで計算しとったのを、ここで計算したから、借金の比率がえらいことになった言うて騒いでんの。で、尾形さんは、その、井戸さんがアホやったから作った8万円の借金ってのは確かに問題かもわからんけども、あんたが今騒いでる250万の借金いうのは、ここで計算してたのを、ここで計算し直したら250万になったってことやろと。せやからその8万円関係ないやんか、いうのんと、プラス、金利はさらに上がるんやから。10年、20年先の財政を見倒そうと思ったら、ここで計算せんかい言うてんねん。尾形さんは。これまでここの金利で、世の中の金利がこんなに低かったから、最悪の想定でもここやと思って計算してたけども、このグラフを見たから計算をここのレベルでやり直したと。せやけど、こっから10年、20年先の話してんねんから、ほんまは計算はここでせなあかんやろ。と和田さん言うてんねん。で、これが、記載許可団体になったりとか、早期健全化団体になってくる主要因なわけですよ。要は、県がこれまで立ててた借金の額面が、同じ額面でもそこに金利のつくのが変わってくるから、これまでは 1% とか 2% の金利100万借りてたら、金利1万円、2万円返したらよかったところが、100万借りたら、これから3万とか4万返さなあかんから250万の借金が増えたんやろ言うてんねん。で、これ経営者やったら、金利ね、市中の金利の倍で経営計画立てるんですよ。大体。だから 3% の金利で金借りてきてたら、大体ね、5% とか 6% で経営計画立てんの。俺らみたいなちっちゃい会社でも。俺は大体、まあ俺はあんま借金せえへんけど、経営上の借金せえへんけど、うちの帳の額面で言うたら1億借りてきたら、それ 3% や言うて、普通の 3% の金利計算、うちの会社潰れると思う。1億貸したし。3% やったら。300万でしょ ?1 億の 3% 300万でしょ。いや、それ300万の金利返したらええだけやっていう経営の考え方やったら甘いわな。その倍の600万っていうつもりでおらなあかんわね。で、の600万を売り上げの中から借金に回そう思ったら、3600万の売り上げの積み上げをせんといかんっていうことです。だからどういうことかっていうと、1億の借金してきて、3600万売り上げが上がるような投資っていうか設備投資とか人雇うとかに回さなあかんっていうこと。そういうことをやるのを経営って言うんです。それはたもっちゃんでもできてんねん。わかる今の計算。これ商売人の考え方ね。1億の借金を 3% の金利でしてきたと。手元には1億円があると。で、来年からこれに対して300万の支払いが発生します。でもその300万の支払いやったら怖いと。それやったらギリギリチョンの数字やから、それを倍に見ときます。で、倍に見といたら600万の金利を返さんなりません。だからこの600万の金利を返さんならんということは、この600円というのは、600万というのは絶対出ていく金やから、この絶対出ていく金を絶対確保するためにはどうするか言うたら、600万の6倍。だいたいまあ、その、粗利のこと計算したうちの商売やったら6倍やから、売上6倍やから、600万の絶対出ていく経費を稼ぐためには、その絶対出ていく経費の6倍の金、すなわちこの場合やったら 6×636 の3600万、今の売上よりも1億を借りた後、積み上げる仕事を確実に作らなあかんという計算をするのが経営者です。できるか斉藤元彦を支持しているようなボンクラに。普通の話やけどね、こんなもん。俺らみたいな1日に6回ぐらいその判断してます。ものすごいいやらしい話やけど、そんなもん、
俺らみたいな会社に責任があって、うちの確かに法人とした一人法人やけども、取引先が無数にあって、その先にうちの会社からの発注で飯食うてる人が何百人もおるっていう状態やったら、その人らの人生考えてたら、今ここで、俺がここで吉野家の牛丼を食うということはどういうことかまで考えて吉野家の牛丼食うてんねん、俺らは。いや、ほんまやで。会社員です。月60万儲って帰ってます。で、そのうちの8万、小遣いで儲てます。その8万円をどう使おうかなんていう計算を俺らからしたら、そら8万1ヶ月大の大人が小遣い8万で過ごすようなしんどいかもわからん。いろんなもん基準進めなあかんかもわからんけども、それ、つこて消えて当然の金や。俺らつこた金返ってくること考えんねん。で、それに借金があったら、経営上の借金があったら、その借金とかあるいは人から投資とかされたの、うちは受け付けてないけど、借金とか投資とかされとったら、金利つけて金返さなあかんってことが出てきたら、それを頭の中でグリグリ毎日やってんねん。その金利の計算が、世の中の金利が 3% を超えるときに 2.5% のままやったって、それ 3% に計算し直してドヒャー言うてんの、アホやろ。まあこれ後で15分動画をするんです。15分動画をするんですけど、僕は消費税が絶対あかんって言うてんのは、消費税というのは言葉悪いでみんなを敵に回すような言い方をするかもわからんけども、消費税というのはね、サラリーマンの税金なんですよ。サラリーマンに理解しやすい税金。サラリーマンだったらあの制度設計を理解、納得できるやつなんです。サラリーマンであれば。会社員であれば。雇われてる人であれば。でも自分で仕事を作って金を回す人間、それが八百屋のおっさんでもあっても、お医者の先生であっても、自分で仕事を立てて自分の仕事で金を回すということをやってる人であれば、ちょっと待ってくれ、消費税意味わからへんって話になんねん。まだな、ずっと言うたんやけど、付加価値税言うてね。まあこれ話ずれるけど、ちょっと金利の話とずれるけど、まだ消費税の話を無理にするとね、まだね、付加価値税の方がわかるんです。1億の売り上げがありました。1億の売り上げのうち、経費かかってんのが5000万です。そやから、粗利で5000万生まれました。この5000万、お前の会社が生んだこの粗利から10%持っていくっていう税金やったら、納得できる。最後そっから一般管理費とか全部こう出し切った後の収益にかかってくる法人税の代わりにね、付加価値税として売上がこんだけ、経費がこんだけ、引いたら粗利がこんだけ、この粗利の10%持っていくっていう税金やったら、全然わかる。だけどそうやなしに、ここに10%跳ねとんねん、あれ。ほんならこうなるしかないやん。それなんやねんって話やねん。俺ら商売人からしたら。で、それ滞納したら 14% の金利つくねんで。意味わからへん。てかね、意味わからへんって気持ち悪いんです。特にね、小商いし、俺らみたいな小商いしてる人間。帯給さんみたいな人からするとね、気持ち悪いんですよ。ほんでや、まあ、どっちにしたかって。元やんの言うてる借金怖いは、井戸のせいや言うてんのは井戸のせいでも何でものって、ここで計算してたもんをここで計算し直したら、借金の額増えた言うてんねん。それに対して絶対値の8万円持ってきて、大騒ぎしてるのが元彦の欺瞞なんだけども。さて、これは何のグラフでした？金利のグラフですよね。間違いなく金利のグラフです。金利のグラフですわ。金利ってどういうことだ？サラリーマンと経営者の金利の概念の違いってこういうことなんですよ。今持ってる金あるでしょ？この今持ってる、金利オブジョイってしばくぞ。今持ってる金あるでしょ？それが1億やったら1億。100億やったら100億あるでしょ？これが金利、世の中の金利というものを経営者が持ってる金と金利を両方舐めたときにどう考えるか言ったら、目減りするって考えるんです。わかりやすい、子供でもわかりやすいけど、100万円持ってて 3% 世の中の金利が 3% っていうことは、来年この100万円が97万円になるって計算するんで。100万円があったら、3% の金利が世の中にあったら、手元の金が、この 3% の利率以上の収益をこの100万円で生まへん限り、手元の100万円は来年97万円になるって考えんねん。で、これはまあインフレと同じ考え方やねんけど、インフレと同じ考え方でどんどん金は目減りしていくと計算するんですよ、俺ら。
そやから回さなあかんと思うの。ということは、さらに、再来年目減りすんの。で、さらに4年後目減りするわけ。持っとる金額が。で、それを借金の場合は、借金の金利の場合は、元本が削られへんぐらい、さっきの目減りの計算と逆の階段を登ることになるわけですよ。毎年毎年。時間が経つにつれ。毎月毎月、毎時間毎時間階段がきつくなっていくの。金を返すということは。ということは、金利を前提とした経営再建というのは、戦っているのは従業員の給料でも従業員のやる気でも何でもなく、時間です。敵の正体は時間なんです。まあそれが資本主義なんですけどね。このグラフで言うところの、ここで計算しとったのが、ここで計算し直したから借金の傘が増えました言うとる。尾形さんは、ここでもまだ甘い。ここで計算せんかい言うてる。ほんでやったらなおさらお前が今大騒ぎしてる井戸さんが作った8万の借金いうのが、どんどん意味なくなってくるやないかと。お前ごまかしとるやないかというのが尾形さんの指摘やったんですが、これね、どっちにしたかってこれ金利の話です。で、金利いうのは、今年よりも来年、来年よりも再来年、再来年よりも3年後、3年後よりも4年後がしんどいわけですよ。元本が減らへん限りね。ということは、金利を前提とした経営再建の時のほんまの敵は、金かかってる従業員の給料でも、公共投資でも、物を買うことでも何でもなく、ほんまの敵は時間なんです。時間。そやから同じ売上でも、手前で売上立てて、同じ返済でも手前で返していかへんかったら、金利はどんどんしんどいんです。10年かけて返す計画よりも、当たり前の話ですけど、5年で返す計画立てたら、金利そのものを払ってる額は5年で返す方が楽なんです。当たり前の話してるでしょ？これ別に雨降ったら地面が濡れるぐらい当たり前の話してますよ。金利と格闘するときの最大の敵は時間です。ということは、タイムマネジメントが何よりも重要なんですよ。金利が前提とした借金返済が資産の中、バランスシートで出た右側の負債が重たすぎるときには、何が敵かって言ったら左側の販管費とかどうのこうのいじってこっちへ持ってきて減らしてみたいなことしたかってしゃないね。とりあえず金の動きを早せなあかんのよ。前頭神があかんかったのも実はそこやなんですけどね。前頭神みたいなほんまやったら硬い商売やったにもかかわらずああなったっていうのは何でかやったら粉飾決済だともう一つは怠け者やったんやと思うわ多分。早回さなあかんね。金を。くるくる回さなあかんねん。それが借金返済がしんどい理由やね。8ビートで仕事してたところをずっと16ビートで仕事せなあかんっていうのが借金返済がしんどいね。それが貧乏暇なしっていうね。金利というものと格闘するときの最大の敵は当たり前やけども、利子が増えんねんから当たり前やけども、時間との格闘なんです。千代さんの質問に戻りましょう、ここで。財政課の回答は7月6日でしたよね。7月6日言うとったのを7月13日に本日って言うてしまえる人は時間との格闘である借金返済経営再建に適任ですかね。1週間前に知ってることを1週間後に本日分かりましたって言うてくるやつが嘘とか間違いとかの前にその時間感覚の意味において借金返済、金利に追われる借金返済という仕事に最も不適任じゃないですか。借金返すってどういうことか言うたら金稼いでくるってことじゃないんですよ。1時間の仕事を30分でやるってことなんです。借金するってそういうことなんです。経営上の。それね、多分住宅ローンでも一緒です。住宅ローン返すときでもね、多分、住宅ローンの返済抱えてる人、このピンとくると思う。1時間の仕事をもし30分でできたら返済楽になるでしょ。借金というのはそう、時間を前に借りてるから、あれ、借金借りてんの金ちゃうねん。時間借りてんねん、あれ。だから住宅ローンで言うたら30年かけて貯金して30年後に新築の家建てれる人が、その30年の時間を借りてくるのが借金です。借金とはすなわち時間の話なんです。そんなもんバビロンの昔から変わらないです。くさび文字を人類がくさび文字、すべての人類が群馬レベルで
いた時代から変わってない。で、その時間との戦いである借金返済の時に1週間前に知ってたことを1週間後に今日分かりましたいうやつは、そいつがどんなに他の技能を持ってたとしても、借金返済のリーダーには無理です。はっきり言う。これだけははっきり言う。無理。リームー。大谷翔平の代わりにドジャーズの先発やるぐらい無理。俺が。無理。それぐらい無理。向いてない。でね、その5年間何やってたんっていうことの一言がえぐる罪というのは、5年間何もしてなかったことだということであれば、5年経ってね、検討会やってますとか言うてることがいかにナンセンスかがわかるでしょ。そういうことなんですよ。実際、兵庫県はそうなの。阪神淡路大震災の復興を自前財源でやらなあかんかったから、その時国の法律がなかったからね、阪神淡路大震災で自治体が偉いことになるってことは初めて気づいて国が法律を作ってくれたから、今はね、阪神淡路大震災よりも後からの震災は、熊本の地震もそうやし、能登の地震もそうやし、なんやったら東日本大震災もそうやけども、国のお金でやれる。あっちこっちからお金持ってきてくれるけども、阪神淡路の時にはその制度がなかったから、やらなあかんことを全部県が自分で借金して金持ってきてるわけ。それは、県が復興の時間を前借りしてんねん。金借りてんのちゃうねん。時間借りてんねん。阪神淡路からの復興を50年かけてやるっていうんやったら別に借金せんでもええわけよ。焼け野原ほったらかし、倒れた高速道路はほったらかし、ひっくり返った道はほったらかし、これで50年ちびちびやっていきますわって言うんやったら、借金なんかせんでもできたわけですよ。せやけども、そんなもん50年なんかまた明日に直せ言われる。当たり前の話ですよ。それは当たり前の話ですよ。明日に直せ言われてるから借金してきてやっとるわけですよ。だから貝原さんが作らはった何十億円、何百億円という借金は、その30年前に出来上がった借金、まあその30年後もいろんなことせなあかんかったんやけど、その30年間で兵庫県に積み上がってた借金っていうのは、時間を短くするための金です。てかもう借金っていうのは全て、どんな借金でもそうなの。借金っていうのは時間を借りてんねん。ほんで返すのは時間やねんって。ということは、内閣総理大臣が村山さんの時にできた借金を、ほんまやったら繰り返しになるけど、ほんまやったらまだまだ復興してますねんって、昨日ようやく長田の大火災の後から最後の瓦礫が30年経って運び出されました。みたいなリズムで仕事しとったら、貝原さんがって借金なんかせんでよかったよ。井戸さんかって借金なんかせんでよかったよ。その力品でしょ？はよせなあかんでしょ？はよせなあかんかったら金借りてくるしかないねんて。ということで、兵庫県で積み上がった借金というのは、時間の先借りやということ、時間の前借りやということを考えてみたときにね、ぶらり芦屋川なんてやってる暇あんのんけ。東日本大震災、熊本地震、新潟地震、能登地震と違って、その前にあった阪神淡路大震災では、あんな大規模な地震が発生するなんてことを誰も想定していなかったから、ああいうことが起こった時に国が財政的に地元の自治体を助けるということが制度としてありませんでした。だから兵庫県は借金をしました。借金をした結果、後に世界中から奇跡の復興と言われる復興を遂げました。あれから30年経って、洲本行っても、西宮行っても、長田に行っても、新海地歩いてても、センター街歩いてても、30年前の1月17日のあの面影を探すことさえ困難です。それほど見事な復興を阪神淡路大震災の後、貝原知事、井戸知事の手で見事にやり遂げました。そしてその阪神淡路大震災の復興は、その後国からの財政援助ということが制度的に保障されたその後の震災でも常に参考にされるぐらいの奇跡の復興でした。その奇跡というのはなぜ奇跡と言うてるか言うたら、50年、60年かかることを4、5年でやったから奇跡と言われてるんです。50年かかるはずやったことを5年でやったから奇跡って言われてるんです。
ということは、貝原さんと井戸さんが作った借金というのは、50年かかるところを5年でやり遂げた。すなわちこの45年という時間を先に借りてしもてんねん。で、それは貝原さんがアホやったからでも、井戸さんがアホやったからでもないですよ。貝原さんの言葉を借りると、県知事というのは県内の一目一層にも責任を持つと。だから早く県民の生活を元に戻したい。亡くなった人をちゃんと弔いたい。ちゃんとした生活を取り戻したいという行政としての当然の仕事の結果が、45年分の前借りという形で今県の財政にのしかかってるんです。これ大変な問題です。偉いことです。不幸なことです。誰のせいにもできひんことです、本来は。なんかって地震が最初の原因やねんから。と思ったら、これ前任者のせいですわ。知りませんわ。こんなもん借金ある方がおかしいんですわ。というのが、兵庫県の知事として取るべき態度なんですか。もう31年になりますけども、1月17日に、ああなってしもたから、センター街がああなってしもたから、長田がああなってしもたから、生まれた借金ですよ。その借金せんかった方がよかったん？アホやったから貝原さん借金したん？今、井戸さんのやった、その250万のうちの8万円の借金の部分、新消防代に違法行為や、確かに違法行為です。その時に井戸さんは財政課のヒアリングによると、ある種の知恵やと言うてやったそうです。それは違法行為ですよ。やったらあかんことです。法律に違えてるんだから。でもそこで意味軸も井戸さんがある種の知恵だと言ったのは何のための知恵やねん。違法行為かもわからんけれども、帳簿を操作することによって借金を何とかして先送りしよう。時間の前借りを何とかしてこっちの時間に割こうというある種の知恵というのをなぜ井戸さんは回さなあかんかったんや。それは命のためなんちゃうの。500万の兵庫県民のためなんちゃうの。井戸さんがやったことは違法行為です。絶対許せません。井戸さんは悪いことをしました。国の法律に違えることをしました。それは間違いない事実です。褒められたことじゃない。徹底的に否定されるべきです。口いっぱいの言葉でなんてアホなことをしたんやって批判されるべきです。でもね、井戸さんは自分の身を守るために法律を破ってないんですよ。褒められたことじゃない。むしろ徹底的に批判されるべきです。徹底的に否定されるべきです。自分の身を守るために公益通報者保護法を破って適法適正適切って言い募ってる斉藤元彦の法律違反とは鼻から性質が違うんじゃ。その証拠に井戸さん県庁行くのにアルファード乗って出入りしてへんかった。自分の毎日の登庁と隊長は歩いてはりましたよ。家から県庁行くのと県庁から家行くの歩いてはりましたよ。で、その時のセンチュリーのリース代が高いとか、うんぬんかんぬんとか言って、センチュリーは偉そうは言うてるけども、それで行くのは視察の時だけで、仕事でどっか行く時に、もう県庁におってそっから仕事でどっか行く時にってのはセンチュリー乗って行ってましたよ。そのリース代が高いかもわからん。高かったかもわからん。それは事実かもわからん。で、贅沢すぎんのかもわからん。まあ知らんけどね。アルファードとセンチュリーどっちが贅沢なのか知らんけど。せやけどね、家から会社に来んのと会社から家帰るのにね、そのセンチュリーに一回も乗ってへんぞ。元彦みたいに家の送り迎えにアルファード使ってへんぞ。元彦、県庁の2号館と50メーター前の兵庫交換行く。あそこでも車使ってるぞ。貝原さんと井戸さんね、自分の手動かしてね、瓦礫の処理までやってはるんです。それをパフォーマンスと批判することもできるかもわからんけども、少なくとも貝原さんも井戸さんも、コンクリートの破片、焼け野原の瓦礫、手で運んであるんです。貝原さんが作った借金、井戸さんが作った借金、重たすぎる、大きすぎる。ぜひね、自分たちがどんな残酷なことを言うてるかってことを考えてもらいたいんです。31年前の1月17日に地面が揺れて、阪神間は壊滅的な打撃を受けました。繰り返すようですが、それをほったらかしにして、50年かけてちょっとずつやっていく言うたら、貝原さんも井戸さんもこんな借金する必要なかったんです。
そやけども、普通やったら50年かかる仕事を5年でやらなあかんかったんです。そこに人の命があるから。兵庫県の借金というのは、夕張とか、新潟とか、北海道の借金ではないんです。人の命を救うための積み上がりが、これだけの借金として、兵庫の県政を苦しめてるんです。しんどいのはわかる。でもね、あの時に、貝原さんも井戸さんも自分の身を守るためになんか借金してないですよ。贅沢するためになんか借金してないですよ。500万の県民の命を守るために借金してるんです。その証拠に貝原さんも井戸さんも自分で瓦礫の処理もしてるんです。そしてね、その時にまだ民間人大学生だったけれども、あちこちの仮設住宅を回って、お年寄りの孤独死を防ごう、コミュニティの崩壊を防ごう、いろんなお祭りを企画して、新しい町になった人々をもっぺん、古い町が潰れてしまったからで出て行った人々を新しい町に呼び戻そうというボランティア活動をしていた人がいます。それが稲村和美です。それが竹内さんです。皆さんが否定している人々というのは、そういう人々です。そういう人々だったから全部正しかったとか、そういう人々だったから聖人君子だとか言うつもりは僕にはありませんが、しかし皆さんが口いっぱいの言葉で井戸があかんかった、貝原があかんかった、竹内があかんかった、稲村があかんかったというその口が何を否定しているかという自覚ぐらいは持ってください。そういうことを否定して言っているんだという自覚は持ってください。その自覚がない批判は的外れです。自覚を持った上で稲村はあかん、竹内はあかん、井戸はあかん、貝原はあかんって言うてくれ。群馬県の知事選んでんちゃうねん。群馬県の知事選んでんちゃうねん。東京都知事選んでんちゃうねん。鹿児島の県知事選んでんちゃうねん。兵庫の県知事選んでんねん。阪神淡路大震災ということを抜きに、今の兵庫の知事の仕事ができると思うんか。これ以上命をもて遊ぶのをやめたらどうかね。全部これ数字の話なんですけどね。7月6日に知ったことを7月13日1週間後に今日分かりましたと1週間の時を違えて言うやつは時間との格闘である借金返済に最も不適切であります。そしてその借金は阪神淡路大震災で生まれた借金です。その阪神淡路大震災では6434名の方が尊い命を落とされました。その6434名という犠牲者数をそらんじられてない人間は兵庫県の知事できますかね。東京都知事、宮城県知事、北海道知事、群馬県知事、鹿児島県知事が6434名の数字を知らんかってもしゃあないと思う。でも兵庫県知事は無理でしょ。てか、したらあかんよね。仕事のマインドセットが違いすぎんのよ。で、それを正当化すんのに N 審とか S 審のやつはなんて書いた？古い話や言うてきよんね。東京の友達にこの間も言うたけど、なんでお前そんな兵庫のあんなもんどう見たかってアホやなんかほっといたらええやないか。なんであんなに夢中になってんねんってよ、東京の友達言われるって話前もしましたけど、論理的に考えれば考えるほど絶対許したらあかん存在だってことようわかるでしょ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。